おはようございます。ケンです。前回はテスラ株が435ドル台まで戻し、450ドルの壁を突破できるのか、これを見ていました。そして今回、そのチャートの流れがかなり変わってきました。結論から言うと、450ドル付近の壁を突破できず、そこから大きく下落しました。420ドル台のサポートも割り込み、400ドルも下回り、現在は390ドル前後です。つまり、今回のテーマはかなりシンプルです。これは一時的な押し目なのか、それとも反発シナリオが崩れたサインなのか、今日はこのポイントをチャートから冷静に整理していきたいと思います。まず前回までの流れを振り返ります。テスラ株は4月前半に350ドル台まで下落しました。そこから反発して400ドルを回復し、430ドル台まで上昇しました。一時は450ドル付近まで戻し、チャートはかなり改善していました。前回は株価が20日線、50日線、200日線の上にあり、400ドル防衛後の反発が続いていました。ただし、同時に注意点もありました。それが440ドルから450ドル付近の上値抵抗ラインです。前回もここで止められ突破できるかどうか、ここが最大のポイントでした。結果としてテスラ株は450ドル付近を突破できませんでした。その後の下落で420ドル台、400ドル付近、さらに200日線も下回っています。前回までの反発継続シナリオは一度見直す必要が出てきました。では、今回のチャートで何が起きたのか、これを見ていきます。日足では420ドル台から一気に391ドル付近まで下落しました。下落率は約 6.5% とかなり大きな下げです。重要なのは単に下げ幅が大きいことだけではありません。前回まで重視していた価格帯をまとめて下回ってきたことです。420ドル台は短期サポート、400ドルは心理的な節目でした。そして200日線は長期投資家も意識しやすいラインです。今回はそのあたりを一気に下回っています。これは短期的にはかなりネガティブな動きです。ただし、完全に終わったと決めつけるのもまだ早いです。現在は390ドル前後で50日線に近い場所まで来ているからです。ここで下げ止まれるのかっていうのが次の重要ポイントになります。次に移動平均線を見ていきます。20日線は425ドル台、200日線は414ドル付近、50日線は395ドル付近です。前回は株価がこの3本すべての上にありました。これはかなりポジティブでした。しかし、今回は20日線と200日線を明確に下回っています。20日線を下回るのは短期の勢いが崩れたということになります。20日線を下回ると中長期の投資家からも慎重に見られやすくなります。特に200日線は相場の大きな流れを見る上でよく意識されます。上回っていれば強気、下回ると不安定と見られやすいんです。ただし、50日線が395ドル付近にあります。現在は391ドル付近でちょうど50日線の近くまで来ています。ここで反発できればまだ完全な崩れとは言い切れません。逆に390ドルを明確に割ると380ドル台、さらに360から370ドル台も意識されます。次に RSI で勢いを見ていきます。RSI もかなり悪化しています。日足の RSI は40付近、4時間足では31付近まで落ちています。4時間足の31付近はかなり売られすぎに近い水準です。そのため短期的には一度反発が出てもおかしくはありません。ただし、売られすぎっていうのがイコールですぐ強気という風になるわけではありません。RSI はあくまで勢いを見る指標です。日足で50を下回るのは売りの勢いが優勢になりやすい状態です。短期では反発の可能性はありますが、本格的な上昇の再開かっていうのは別の話です。反発しても400ドルや414ドル付近で売られれば戻り売りになる可能性があります。RSI だけではなく価格がどのラインを回復できるのか、これをセットで見ていきます。
次に出来高とボリュームデルタです。今回の下落ではボリュームデルタにも大きなマイナスが出ています。ボリュームデルタは買いと売りの勢いの差を見る指標です。大きなマイナスは売りの勢いを伴って下落したということを意味します。前回は450ドル突破には出来高を伴う買いが必要だと話しました。しかし今回は逆で売りを伴って下に抜けてしまったんです。これはかなり重要なポイントです。今は買いが続くかではなくって、まず売りが止まるのか、これを見る局面です。390ドル付近で売りが止まるのか、さらに下へ抜けるのか、ここをしっかりと確認する必要があるんです。ここからですけれども、見るべき価格帯は3つあります。1つ目は390ドルから395ドル付近。ここは今まさにいる場所です。50日移動平均線もこのすぐ近くにあります。下げ止まれば一度自立反発が出る可能性があります。ただし反発してもそれだけで強気の復帰とは言えません。2つ目は400ドルから414ドル付近、一度失ったサポート帯です。400ドルは心理的な節目、414ドル付近には200日線があります。反発するならまず400ドルを回復できるのかっていうのが第一関門です。その次に200日線を回復できるのかっていうのが重要になります。このゾーンを回復できないと反発しても戻り売りになりやすいんです。3つ目は360ドルから370ドル台です。390ドルを明確に割ると次に意識されるのがこの価格帯です。4月の反発前にもここは意識されていたゾーンです。390ドルを守れるかどうかで次の下値余地っていうのが変わってきます。はい。ではですけれども、ここからはシナリオをね、3つ整理していきたいと思います。1つ目は390から390ドルで下げ止まって400ドル台を回復するシナリオです。この場合は短期的な反発が期待できます。回復後、414ドル付近の200日線を超えられるのかっていうのが重要になってきます。そこまで戻さなければ、まだ弱い戻りの範囲です。そして2つ目は、390ドル付近で横ばいになるシナリオです。売りは止まっても買いはまだ強くない状態です。方向感が出るまでは少し様子見の局面になります。数日以内に400ドルを回復できるのか、それとも再び390ドルを割るのか、そこをしっかりと確認したいところだと思います。そして最後の3つ目ですけれども、390ドルを明確に割るシナリオです。これは弱気シナリオになります。390ドルを割ると380ドル台、さらに360から370ドル台の再テストへ、特に出来高を伴って下げる場合は注意が必要です。僕の視点では今は強気で飛び乗る局面ではありません。前回までの反発シナリオは一度崩れています。450ドルを突破できず420ドル台を割り400ドル付近も失いました。さらに20日線と200日線も下回っています。これは短期的には明確にネガティブです。ただし4時間足の RSI は売られすぎに近く50日線付近まで下げています。そのためここからは一度反発する可能性はあると思います。下がったから終わりと決めつける局面ではありません。でも強気の継続と決めつける、こういった局面でもないんです。一番大事なのは390から395ドルで売りが止まるかどうか、そして反発時に400から414ドルを回復できるのか、ここなんです。最後に今日の内容をまとめていきたいと思います。今回のテスラ株は450ドルの壁を突破できずにそこから急落しました。420ドル台、400ドル付近、200日線を下回り短期トレンドは一度崩れています。RSI も弱くボリュームデルタも売り優勢です。ただし現在は390ドル前後で50日線に近い価格帯まで下げています。そのためここで一度反発が出る可能性もあります。今週見るべきポイントは3つです。1つ目は390から395ドルで止まれるのか、そして2つ目は400から414ドルを回復できるのか、そして3つ目は390ドルを割って360から370ドル台へ向かうのか。今回も大事なのは感情では判断しないということです。
下がったから終わりではありません。でも下がったのに強気継続と決めつけるのも危険です。今は売りが止まるのか、ここを冷静に確認する局面なんです。焦らず次の反応を見ていきましょう。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。先週の土曜日なんですけれども、名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問しました。そしてテスラオーナーさんたちも集まってくれたんですけれども、そこでナノトップを使って洗車を行いました。実際に白のシートに汚れがあったんですけれども、ナノトップを使うことによってさっと綺麗になりました。テスラの場合は黒のシートと白のシートの2種類がありますが、白のシートを選ばれる方にとってそのシートが汚れるかどうかが一番気になるところだと思います。ナノトップを使うことによってその汚れもきれいに取ることができました。実際にナノトップの威力を目の当たりにされた方はそのままナノトップを購入という風な流れに至りました。ナノトップなんですけれども、ナノトップは環境にも優しく洗浄成分が 100% 植物性です。汚れが落ちるだけではなく環境にも優しいです。そしてナノトップ1本で家中を掃除することができます。今回訪問したガレージ X さんも車の洗車でナノトップを使ってくれています。そして今回の車の洗車で使いましたけれども、車の洗車だけではなく家の掃除、食器洗いだったり洗濯などそういったことにも全部使うことができます。さらにナノトップに関しては原液で買いますので値段が高いと感じるかもしれませんが、実際はその原液を10倍だったり20倍に希釈して使えますので、他の洗剤と比べてコスパはかなりいいです。なのでもしナノトップを使ってみたいなって思われる方がいらっしゃったら、概要欄にナノトップのリンク置いていますので、そこから購入されてみてください。使い方などがわからなかったら僕の方が説明することができますので、何かあったら僕の LINE の方から聞いてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。